猫は子供が嫌いだ。そんな風に考えていた時期が私にもありました。一般的に猫は犬とは違い、自由気ままな性格。基本的には自分の時間を大事にしていて、他人からの干渉はあまり好みません。猫同士で仲良くすることはあれど、ご飯をくれる飼い主ですら、主人ではなく同居人と認識しているとか。特に大きな声を出したり、ドタバタと落ち着きのない子供という存在は、ことさら苦手としているようです。しかし、ある日突然、自分より小さく、そしてとてもか弱い存在が現れ、一つ屋根の下で暮らすことになった場合はどうでしょう。この動画は、そんな3匹の猫たちと女の子の赤ちゃんのお話です。今日は赤ちゃんの退院の日。この世に生を受けてまだ数日。彼女は外の世界のことはまだ何も知りません。猫はおろか、まだ人間ですら数えるほどしか出会っていません。果たして猫たちとの初対面はうまくいくのでしょうか。そこにいちゃって。おむつにボールが倒れなったりするんだったんで、頭が。無事顔合わせをすることができた猫たちと赤ちゃん。これからは家族としての生活が始まります。今日は赤ちゃんの日課である沐浴、いわゆるお風呂の様子を見ていきましょう。
緊急事態発生。なんとママが寝てしまいました。赤ちゃんのお世話で毎日ほとんど寝ていないため、当然といえば当然、たまにはゆっくり寝てもらおうと思います。しかしまだ赤ちゃんのお風呂が終わっていません。つまり私がやるしかない。果たして一人でできるのかと不安でいっぱいだったその時です。よいしょ。実は我が家の猫たちは大のママ好きです。みんな赤ちゃんの頃からママに育ててもらったので、本当の母親と思っているのかもしれません。しかし最近ママは赤ちゃんにつきっきり。果たして猫たちは今どんな感情を抱いているのでしょうか。
猫たちと赤ちゃん、私の心配をよそにお互い打ち解けて仲良く生活を続けています。お互いの距離が近づくのは良いことなのですが、逆に距離が近すぎることでトラブルが起きないとも限りません。Betul.赤ちゃん、順調に成長しています。だんだんと表情も出てきました。今までは猫たちから赤ちゃんへのアプローチが多かったのですが、今日は私がお手伝いをすることで赤ちゃんの方から猫たちに接してもらおうと思います。猫たちは一体どんな反応を見せてくれるのでしょうか。
早いものでもう9ヶ月。赤ちゃんはいろんなものに興味を示すようになり、成長を実感します。興味の対象になるのは猫たちも例外ではありません。むしろ動いている分、下手なおもちゃよりも気になる様子。しかし赤ちゃんはまだ力加減というものを知りません。強く触ってしまって猫たちに嫌われないと良いのですが。我が家の長女もあともう少しで1歳の誕生日を迎えようとしています。徐々にですが赤ちゃんから子供へと成長していく様子は見ていて嬉しくもあり、少し寂しくもあります。けれども猫好きに育ってくれたことは非常に嬉しく思います。それにしても最近は赤ちゃんも自由に歩けるようになって、そのおてんばぶりに猫たちもタジタジのご様子です。猫さんたちが優しく接してくれたおかげで、赤ちゃんは動物との向き合い方を学んだようです。
そしてきっと猫さんたちのことを家族だと認識してくれているでしょう。そして生き物を大切にする優しい心も育ててくれたと思います。猫たちは赤ちゃんにいろんなことを教えてくれました。本当にありがとう。私も親として子供たちが一人で生きていけるように、これからいろいろなことを教えていかなければなりません。正直、未だに自分のことで精一杯な私が一人前の人間を育てるなんて大役が務まるのか、これから先の不安はつきません。しかし、猫たちが赤ちゃんにしてくれたことを見ていると、深く考えすぎて固定観念や先入観にとらわれてしまうより、自然体の姿で接することも時には大事なのではないかと感じずにはいられません。これから先も家族として子供たちの成長を一緒に見守っていってください。私たちもできる限りの愛情をみんなに注いでいきたいと思います。猫さんたち、改めてこれからもよろしくお願いします。